途中でかき混ぜる。だからはい。この野菜は何でもいいですね。それは季節ごとに、それが要するに日本でいう旬を味わうということなんじゃ。そうですね。もともと日本の日常には晴れの食事と毛の食事という二通りの食事が存在するんじゃ。晴れというのは例えば高級なものを食べたりとか、例えば誰か大事な人が来た時のおもてなしの料理は晴れの食事という。毛の食事っていうのは日常の料理で、今日ゆかが食べたような料理、質素な料理を食べるのが毛の食事で、そのバランスを取ることが大事なのじゃ。世の中が全部晴れの食事ばかりになってしまって、リセットするタイミングや時期がなかなか失われてきているのじゃ。こういう質素なご飯を食べるということを覚えた方がいいと思っているのじゃ。ね、やっぱりお肉が食べたいなって思うかもしれないですけれど、毎日お肉食べてたらね、だんだん胃腸も疲れてきますし、生活習慣病とかですね、今いろんな病気が今ありますからね、一汁一菜ぜひ試してみてください。この大豆の方は昨日からの夜8時間ぐらいお水につけてありますね。
き上がります。あなぜミントを入れるんですかね、猫先輩。ミントを入れる理由は単純じゃ。本来納豆菌っていうのはこの空中にそもそもいるのじゃ。その中でミントというのは小菌、菌を殺す効果が強いので、菌のほとんどをミントで殺すことができるんじゃ。だから消臭剤とかミントが使われてるんですね。そうじゃ。そして最後の最後まで生き残るのが納豆菌なんじゃ。それを利用して作るのが今回の納豆の作り方なのじゃ。でも別にミントじゃなくてもこの納豆っていうのは作れるんですか？基本的にハーブだったら何でも作れるのじゃ。だから例えばタイムだったらタイムの香りのする納豆になったり、ローズマリーだったらローズマリーの香りのする納豆になるのじゃ。その中でミントが一番すっきりとした爽やかな感じの仕上がりになるのじゃ。今日は普通の納豆とひき割り納豆を準備してみました。ひき割りのが食べやすいので、もしお好きな方はひき割りにしてみてください。この納豆にかけるのはお醤油とか、あとはめんつゆとかですね、好みでからしとか入れてみてください。いただきます。おいしい納豆だ。もうパプアニューギニアで何が恋しかったって、やっぱり納豆がすごく恋しくて、ここで作れるなんて知りませんでした。少しだけ売ってる納豆に比べてえぐみっていうか、なんて言うんでしょうね、この味。私たちの世代で言えば昔の納豆なのじゃ。猫先輩で言う昔の納豆の味がするっていう、なんかパックで売ってる納豆よりはすごく強い味がしますので、もしそれが苦手な方はめんつゆを使ったり、鰹節を入れてみたり、あとネギを入れてみたりですねしてアレンジしてみてください。納豆と言って申し分ない納豆が出来上がりました。48時間置いて、それから1日24時間ぐらい冷蔵庫で寝かせることをお忘れなく。菌の発酵を止めることと、あと納豆の状態を安定させるためなんじゃ。言えば腐ってるって言い方だとちょっとネガティブですけど、発酵してるので、それを一回止めてあげないとやっぱり発酵がどんどん進んでしまうので、発酵を冷蔵庫に入れて一度止めて、それから冷凍庫でも保存が可能です。結構持ちますよね。そうじゃな。もちもちしてる。
ぽい？そうじゃな。ちょっと大きさがねいろいろありますけれど。いただきます。おいしい？よかった。ぜひお家でも作ってみてください。If you like our content, please hit the like button Click the subscribe button. and ring Ring the the bell bell for for the notifications. notifications. See you next time. Bye. Bye.